ママ、どこに行くの？はっきりと記憶に残る玄関で振り返る母の後ろ姿。俺の母親は俺が3歳の時に蒸発した。それから父は男で一つで育ててくれた。中学の時に父が再婚。思春期真っ只中の俺は血のつながりのない女性と一緒に暮らすことに抵抗感があったけど、無理にお母さんだと思わなくていいからね。人のいい継母に徐々に心を許していった。3年後、弟が誕生。そこから俺たちは本当の家族になれた気がする。10年後、俺にも結婚したいと思える相手ができた。彼女の希望で11月22日のいい夫婦の日に婚姻届を提出しようと約束。書類に不備があってはならないので戸籍謄本を取得して確認した俺は顔面蒼白。は？まさか嘘だろ？驚愕の事実に震えた。俺は父の養子だったのだ。俺の名前は萩原和樹。大企業とまではいかないが、そこそこ名の通る会社でサラリーマンをしている。現在27歳で、1年前から同い年の彼女、桃田ひとみと同棲中。ひとみは大学の同級生だったので、付き合ってもう6年目。同棲を始めた動機も将来を見据えてのことだったが、先日正式にプロポーズした。ひとみは喜んで承諾してくれた。彼女と付き合い始めてすぐにうちの家族へ紹介しており、実家には何度も連れて行っている。だけど一応、改めて結婚の挨拶、並びに報告へ行った方がいいだろうと考えた。先週、ひとみのご実家には先にお願いに伺い承諾を得ていた。俺にはもったいないくらいの彼女なので、うちの両親が反対するとは考えにくい。気楽な気持ちで実家に電話をかけた。今度の日曜日にひとみと一緒に遊びに行っていい？電話口の母の声は弾んでいた。ひとみちゃんなら大歓迎よ。母とひとみはすっかり仲良しで、赤の他人から見たら親子に見えるかもしれない。あ、まるで少し年が離れた姉妹と言わないと母に怒られるんだった。それにしても母親というのは子供がいい年になっても常に心配している生き物なのだろうか。就職を機に一人暮らしを始めた時も、すでに成人している息子に対して寝食の心配が尽きなかった。ひとみと同棲を始めた時は、共同生活をすることで逆に破局を迎えるのではと心配していた。今は和樹と呼び、おせっかいなくらい世話を焼いてくる母も最初からこうだったわけではない。母は俺を産んでくれた実の母親ではなかったから。そう、俺は中学2年生まで父子家庭で育った。母は難しい年頃の息子を抱えた父とよく再婚してくれたと思う。今でさえ再婚してくれたなんて思えるけど、当時は複雑だったな。母と電話を切った後、思い出が蘇ってきて考えにふけった。ひとみに対してもそうだったが、ある程度付き合いが深くなった友人にも数人、自分の生い立ちを語ったことがある。その際にはまず、なぜ父子家庭だったかということから語らなければならない。それは、俺にとって心の痛みを伴うものだった。俺の実の母親は、俺が3歳の時、蒸発したのだ。母のことはうっすらとしか記憶に残っていなかった。しかし、出て行った日のことははっきりと頭にこびりついている。残された写真の中の母はいつも化粧っ気がなく T シャツとジーンズのようなラフな格好ばかりだった。だけど、その日はよそ行きのワンピースを着ていた。養親に不穏な空気を感じたのだろう。ママ、どこに行くの？怯えた声で問うたが、振り返った母は何も答えずに微笑んでいた。置いていかないで。再び玄関の方を向いてしまった後ろ姿に
か細い声で追いすがった。元気でね。母はこちらを見ずにつぶやいた。その瞬間、自分はこの家に置いていかれ、母はもう二度と振り返ることはないと悟った。当時専業主婦だった母が3歳の俺を置いて家を出たのは、父の帰宅予定時刻の30分前。自分が夫と入れ違いでばったり会わないように、なおかつ俺が一人きりで過ごさなきゃいけない時間を配慮した上での行動だったのだろう。その程度の母性は母の中に残っていたということか。いや、いくら家の中といえども、俺だったら3歳の子を一人きりにはしないけどな。そもそも子供を置いていくなんて考えられないけど。母が出て行った時の光景を何度も何度も夢で見た。夢の中で追体験し、その都度泣いてしまう。そして夜中に目が覚める。夜泣きが増えた俺をいつも優しく抱きしめてくれた父。蒸発した当日以外の記憶や母との思い出はどんどん消えていったのだけど、当時の父のことは今でもよく覚えている。真っ暗闇から救い上げてくれるような父のぬくもり。体の大きな父に包まれるとものすごく安心した。お父さんはどこにも行かないよね。繰り返し父に確認したことも記憶に残っている。そして父が、もちろんさ、と答えながら、より一層ぎゅーっと力を込めて抱きしめてくれたことも。それから再婚するまで父は男で一つで育ててくれた。並々ならぬ苦労があったと思う。ここからは自分の記憶だけではなく、父が再婚する際に聞かされた話だけど、メモが残されていたので、母が自分の意思で蒸発したのは明確だった。一応父は警察へ相談に行って行方不明者届を出したらしい。母が記入済みの離婚届もメモと一緒に残していけば戸籍から抜ける意思表示と受け取れたんだけど、それはなかった。失踪から7年経つと死亡届も提出できると警察官が教えてくれたそうだ。しかし母は2年半後、9月生まれである俺が小学校に入学する前の誕生日にランドセルを送ってきた。荷物の依頼主、差出人欄にはきちんと連絡先も明記されていたようだ。それからしばらくして父は母と会って離婚手続きをしたみたいだ。その後も数年に1回は連絡がある。俺も一度だけ会ったことがある。この家に住み続けているのも母との連絡が途絶えないようにする配慮のためだったらしい。警母からしたら前妻との思い出がある家なんて嫌だったろうに。と言っても父が母と住んだのはたった3年間。今ではとっくに警母や俺たち家族との楽しい思い出に塗り替えられていることだろう。そうそう、俺たち家族のうちの大事な一人を紹介するのを忘れていた。10歳になった弟の勇気。勇気が生まれたのは俺が高校2年生の時。和樹の木を取って勇気と名付けようと提案したのは父だった。母もいい名前だと賛成して命名された。この弟の存在が俺と母を本当の家族にしてくれたと言っても過言ではない。中学2年生の時、父から再婚の話を持ち出された時は抵抗感があった。3歳で実母に捨てられてから父と2人で生きてきた。正直、女の人と一緒に生活するというイメージが湧かなかった。それに母のことがあって、どこか大人の女性に対する不信感があったから。その時には自覚がなかったけど、また父が裏切られたり悲しい思いをするのではないかという不安もあったんだと思う。しぶしぶ会った長岡よしみさんはとてもいい人だった。初婚の32歳がこんなこぶつきのおじさんでいいのかなと心配するくらい。だから逆に裏表があるんじゃないかと勘ぐってしまった。でも、父子家庭で大変な思いをしている父を見てきたから
俺に反対する資格はないと思っていた。だから、表面上は反対することなく再婚を許可した。許可するなんて偉そうな言い方だけど、実際父は俺が首を縦に振らなければ先に進まなかっただろう。俺の気持ちを尊重してくれていたから。最初は違和感だらけだった警母との共同生活。思春期真っ只中だったため、あまり口も聞かずに過ごしていた。そんなある日、よしみさんが何気なく言った。無理にお母さんだと思わなくていいからね。その言葉で心が軽くなった気がした。それからというもの、よしみさんの人柄もあり、俺は徐々に心を許していった。再婚から3年後、弟が生まれた。自分でも意外なほど血のつながっている弟がとても可愛く見えた。当時は管理職になった父の仕事が忙しさを増していた時期だった。とてもじゃないけど育児休暇なんて取れない状況。よしみさんの実母も体調を崩していて育児を手伝えるような状態ではなかった。俺は特に打ち込んでいることもない帰宅部の高校生。新生児育児の大変さを目の当たりにして自然と手伝うことが多くなった。よしみさんにはすごく感謝された。それまで落ち着いた人に見えていたよしみさんの意外な一面を知った。おむつ替えの際、勇気におしっこをかけられたり、寝不足でミルクの缶をぶちまけてしまったり、失敗する姿も見た。だけど、不思議とそれがより人間味のある魅力に感じられた。俺よりもずっと年上で人生経験も豊富だけど、初めての経験に戸惑うこともあるんだなって。ワンオペ育児中の人からしたら、こんな頼りない俺でも役に立てるんだと嬉しくなった。お互いのことを協力して育児するチームメイトのように感じてきて、妙な絆が生まれた。赤ちゃんが一人で立てるようになるまで育てるのがこんなに大変なんだ、と改めて実感した。そして、憎しみしかなかった実母のことを少しだけ許せる気がした。結果的に俺を捨てたにしても、こんな大変な思いをして3歳まで育ててくれたんだと実感を伴って感じることができたから。20歳になった時、実母と一度だけ再会した。会って話がしたいという申し出を受け入れることができたのは、この育児経験があったからこそだと思う。母に会って謝られて、すべてを許す気にはなれなかったけど、捨てられたことに対するこだわりはなくなった。そんな歴史のある俺の家族に、すべての事情を知った上で、瞳は加わる決心をしてくれた。もちろん、俺と瞳だけの新しい家族を築いていくつもりだけど、今は唯一の母であると思っているよしみさんを含め、父も弟も大好きな家族だから、瞳にも自分の家族同然に思ってほしい。11月22日のいい夫婦の日に婚姻届を提出したいという瞳の可愛い願いを叶えるため、書類の準備に取り掛かった。実家に挨拶に行く前なので気が早いと思ったが、平日に役所に行けるのは貴重な機会だ。婚姻届の紙をもらうときに、同時に戸籍謄本を取得した。確認した俺は、顔面蒼白になった。は？まさか、嘘だろ？驚愕の事実に震えた。俺は、父の養子だったのだ。すぐに事実を確認したかったが、電話で話すことでもない。ちょうど2日後の日曜日は、もともと実家に遊びに行くと約束していた日だった。瞳にはすぐに打ち明けた。まずは、きちんと話を聞こう。彼女に背中をさすってもらって落ち着きを取り戻した俺は、何を聞いても受け入れる覚悟を決めた。瞳と一緒に実家を訪ねると、はしゃいだ母に歓迎された。弟の勇気は恥ずかしそうにもじもじしている。お兄ちゃん、久しぶり。俺に挨拶して、瞳には会釈だけして、自室に戻ってしまった。父は、
俺が今日結婚の挨拶に来たと分かっているようで、そわそわしていた。まさか、俺が爆弾を抱えてやってきたとは思ってもいないようだ。客間の座卓に一枚の紙を置いた。これなんだけど、どういうことか説明してもらえるかな。俺が差し出した戸籍謄本を見て、息を飲む父と母。こちらから話すべきだったな。父は意を決したように話し始めた。俺は、和樹の実の父親ではないんだ。未婚の母として、和樹を産んだお母さんと結婚したんだよ。やはりそういうことか。じゃあ、血の繋がらない俺を養子にしてくれて、母が蒸発した後も育ててくれたのか？母が行方不明だったならまだわかる。しかし、母の所在が分かったのなら、養育の義務がない父は、俺のことを母に押し付けることもできたはずだ。和樹は、俺の息子だから。父は、さも当然かのように話した。和樹のお母さんとの馴れ初めから話す必要があるな。父がこうなった経緯を説明してくれた。母は会社の同僚だったそうだ。高卒で事務員として働いていた母は、ある日突然無断欠勤した。心配して一人暮らしの部屋を訪ねた際、男性と揉めている場面を目撃してしまった。そいつが俺のジップらしい。あまり父とは言いたくないな。生物学上の父親ということになる。父は新入社員で入ってきた時から母のことを後輩として可愛がっていた。妹的存在だと思っていたのだが、その時に自分の恋心を自覚したそうだ。結局男は父親になる決心がつかずに母の元から逃げてしまった。不幸な境遇だったので自分の家族とも疎遠になっていた母。すべてを受け入れて結婚を申し込んだ父だったが、母はいつか男が戻ってくることを信じて未婚の母になることを選択した。しかし母は産後の日立ちが悪く、もちろん実母などの家族の支援もない。とてもじゃないけど、シングルマザーとしてやっていけるとは思えなかった。そこで改めてプロポーズした父を母はようやく受け入れた。だから、俺の出生届を出した時点では、父親の欄が空白のままだったそうだ。父は母と俺を自分の家に住まわせた。その後二人は婚姻届を提出し、父は俺を養子縁組してくれた。けれど、母の中に男への思いが残っていたのか、それとも子供を産んだことを後悔したのか、知る由はないが、蒸発してしまった。俺が3歳で母に捨てられるまでの歴史は、こういったことだったらしい。物心ついた時から一緒にいたから、まさか血のつながりがないとは思いもしなかった。俺が正直に打ち明けると、父は深くうなずいた。いつか話さなきゃと伸ばし伸ばしになってしまって、お前が結婚するときに話そうと思っていたんだ。気の早い俺が先に戸籍謄本を用意するとは予想外だったんだろうな。2日前に瞳の前で散々取り乱したからか、不思議と落ち着いて話を聞くことができた。母がいなくなったら、俺を養護施設に預ける選択肢もあったのに、実のこのように愛してくれた。返しきれないくらいの恩があるな。ありがとう。いや、ありがとうございます。父と母の顔を見たら、自然と涙が溢れてきた。同じように目に光るものが見える二人は、否定するように首を振った。いやね、かしこまって。やめてよ。場の雰囲気を明るくするためか、母が明るく言った。家族に血のつながりは関係ない。夫婦だって血がつながっていないんだから。父はその場にいる全員の顔を順番に見ながら言った。和樹は俺の息子だと思っている。というか、今更息子以外の他人とは思えない。
俺が鈍いだけかもしれないが、今まで微塵も血縁を疑うことがなかった。それは父の深い愛情のおかげだと感じた。もともと父親なんて生き物は生まれてきてから一緒に過ごすうちに不正が湧くもんだしな。笑う父はもういつもの父に戻っていた。失礼ね。私にとってはお腹の中から一緒でも、思春期の生意気な時期に出会った息子でも、同じように可愛い自分の息子よ。警母にとっては連れ子なんてお荷物でしかないのに、何もかも受け入れて父と再婚してくれた。そして弟が生まれてからも俺にも同じように愛情を注いでくれた。俺は幸せ者だ。勇気に俺の一文字をつけたのも、事実を知った時に家族としての絆が切れないために？父に尋ねると照れくさそうに笑った。和樹がとてもいい子だからあやかりたいっていうのもあったのよ。母が穏やかに微笑んだ。弟には彼がもう少し大人になったら話そうと家族で決めた。やっぱり素敵なご家族ですね。これから私もお仲間に入れてください。ドミが頭を下げた。ああ、そうそう。今日は結婚の挨拶に来たんだったな。俺も婚約者の瞳とこれから家族になる。たくさん話し合って、お互いを思いやって、少しずつ家族になっていこう。俺を育ててくれたこの家族のように、温かい家庭を築いていきたいと思っている。